九州の方なんで、はい、ありがとうございます。すいません、何時からですか？やってますよ。やってます。はい。赤身とアオリイカとアナゴと金目鯛。さあこちら羽田空港第一ターミナル内のお寿司屋さんにやってきました。ここですね、朝のこの7時台から開いてまして、これ今もう8時ぐらいだったから、いや7時台のはず。3貫来ましたね。とりあえずね、いい美しいお寿司ですよ。これね、ここの本当のお寿司屋さん、空港内とは思えないほどネタが新鮮ですごく美味しいです。綺麗な赤身ですね。ちょんちょんとつけましていただきます。本当に味めちゃくちゃ美味しいです。激安ってわけじゃないですけど、でもねそれなりに4貫ぐらい生姜を挟みながらね、これ4貫ぐらいなので確かこれで1200、300円やったから、空港内で食べる、朝食の値段としてはそんなもんかなってぐらいなんで、いい感じじゃないでしょうか。じゃんか穴子もこの江戸前のねふわふわの穴子です。そしてこの金目もねちゃんと銚子産の金目で、銚子といえばもう千葉県銚子市ですね。この港はもうこの春の時期はもう金目鯛がめちゃくちゃ美味しいのでたまらんかったです。そしてこの穴子ね、本当にふわふわ、ちゃんと空港の中で江戸前握りが食べれるお店でございます。こんなね京都の片田舎から出てきたこのガキがですよ、朝から寿司4貫というこの大人な朝食、成長したもんですよ。でですね、この横にこのお土産コーナーがあって、東京再発見みたいなの書いてるんですけど、ちょっとねせっかくなんで今のね東京のお土産事情を見ていこうと思います。これ日本テレビ「ヒルナンデス」で紹介した、なんで一瞬自分が映ったのか分かりませんけど、お土産もねこれいろんなお土産がね新しいのがどんどんもう開発されるんで、どれを買おうかなみたいな結構ね迷う人いっぱいいると思うんですけど、新しいお土産も並んでいれば、こちら虎屋さんですね。もう伝統の老舗虎屋さんですよね。虎屋の羊羹といえば本当にもう差し入れお土産なんかもう定番中の定番です。いいですね。日本の心、面影、夜の梅ってネーミングがいいですよね、和菓子はね。こっちに行くとこの虎屋のね、このなんかちょっとこのカラフルなちょっとした羊羹の詰め合わせみたいな、こういうのねお土産にすごくいいんじゃないでしょうか。虎屋の歴史とかも書いてるんですけど、これちょっとびっくりしたんですけど、この室町時代後期の京都で創業されたんですよ。てっきり東京だと思ってたんですけど京都やったんですよね。鮮やかなスカートのお姉さんの横を通り過ぎまして、こちら東京メーカーひよこ、これも有名ですよね。ひよこって福岡のひよこも有名だとはいう認識だったんですけど、どっちなんですかね。ひよこまんじゅうね。でこれ日本橋屋長兵衛さんかな。これどうですか、金魚すくいっていう、本当にもうこの時期にぴったりの涼しげな、このなんていうの、ゼリー状のっていうんですか、これなんかすごい綺麗ですよね。和菓子のいいところです。さあそしてこちら出ました、鳩サブレーなんですね。サブレじゃない、サブレーなんですよね。鎌倉やったんですね、鳩サブレはね。豊島屋さん1894年からやってますよ。創業明治27年ですからね。鳩サブレ、パッケージ入れ物かわいいですよね。でこれごま卵ね、もう何年か前から割とまたこの東京の定番のお土産の一つとして人気ですけれども、さあそしてこっちに回ってまいりますと出ました、3時のおやつは文明堂の CM でおなじみ文明堂。僕結構ねカステラ好きでね、これおやつカステラっていうこれ2切れ入って297円のやつが売ってたんで、これちょっとね買います。そして出ました銀座資生堂パーラー、大人のお土産、
東京っぽいですね。銀座資生堂パーラーハイカラでございます。さあ着きました。福岡の劇場です。今日はですねこんな感じのラインナップになってます。これね、福岡の若手の芸人がねいっぱい出てます。最近福岡の劇場若手がすごい元気でございます。で福岡の劇場は12時にお弁当が届きます。これはありがてえです。はい、届きました。これワンステ終わりですね。カレー届きましたね。これすごい、ここのカレー美味しいんですよね。やっぱり福岡、これご飯をね、皆さんこれどうしてます？このタイプのカレーの入れ物の時、カレールーをご飯の方にかけて、僕最初食べてたんですけど、それよりこのご飯をこうやってご飯を掴んでルーの方につけるっていうの方が食べやすいなと思って最近はこうしてます。福岡の劇場ね、こうやってこういうカレーもお弁当できたりするし、今これお湯を今沸かしてますけど、カップラーメンもあるんですよ。三宝のだし、九州のカップラーメンですね。こういうのもちゃんとね置いてくれてるんですよ。これね、吉本の劇場日本にねたくさんあるんですけど、この福岡だけです。後乗せサクサクタイプ、ちゃんとこのごぼうがね見えてるところがテンション上がりますよね。やっぱり花丸大吉さんがやっぱり食べ物ご飯をすごい大事にする方なので、やっぱこの花大イズムが劇場にも染みついているんでしょうか。ちゃんとねご飯はね豊富に用意してくれてるんです。これも若手芸人とかすごい嬉しいと思いますよ。あれもしかしたら若手のとこにはないんかな。一定以上の芸人しか食べられへんのかもわかんないですけど、さあお湯は沸いております。カレーはやっぱりいつ食べても美味しいですね。福神漬けね好きなんですよ。福神漬けはもう本当に私は好きで、お湯沸きましたね。カレーとカップうどん、最高の昼ご飯です。これね、朝ごはん食べてまたこいつ昼ごはん食ってんのかって思われるかも分かりませんけども、一応ちゃんと時間が空いてますのでね、仕事もしてますし。さあ5分タイマーです。5分の間にカレーをいただきます。ちょっともしかしたら猫のぐるぐる音が入っているかも分かりませんが、ナレーション撮ってる時に横で猫が寝てますので、ちょっともし入ってたらごめんなさい。お湯沸きましたね。じゃあ完成しましたね。5分で美味しそうね。10分どん兵衛とか言ってね、たっぷりやるのもありますけどね。これだけ5分ちょいぐらいで食べこれ後乗せサクサクタイプなんですけれども、やっぱりね一旦ちょっと汁に浸したいよね。だからそのサクサク感が失われない程度に一旦このくぐらせるぐらいの感じが私は好きです。ありがたいですよね、こういうのがあるとね。なんかちらっとこっち見ましたね。気持ちは悪いですね。本当にね、最近福岡の劇場がすごい若手が元気でいっぱいいるんでね、皆さんよかったら福岡大和証券劇場へ皆さんお越しください。息のいい若手が面白いネタやってますんでね。はい、漫才3回して帰ります。さあ福岡空港にやってまいりました。で機内でですね、羽田空港で買った文明堂のカステラ食べます。くれぐれも言っておきます。こいつ食ってばっかりやないかいと思ってらっしゃるかも分かりませんけども、ちゃんと働いております。さあ東京の方に近づいてきました。これね、ディズニーランド、空から見るディズニーランドですね。で東京タワーとお台場
近辺ですね。さあ羽田空港着きました。で三軒茶屋の方に帰ってまいりました。でね、ちょっと友人とねお好み焼きを食べるんです。晩ご飯って言ってもこれ11時ぐらいですけどね。尾形さん、ここねすごい三茶のね美味しいお好み焼き屋さんでいつもお世話になっております。すいません、予約してます。得意です。お願いします。ちっちゃいビールありますかね。あと豚玉やめて、はい、ニラあさり天。ニラあさり、はい、ニラあさり天ってねお好み焼きのことですね。こちらのお店ではお好み焼きのことを天と言ってますんで、こんな感じでね、ほらイカ天とか豚天とかお好み焼きが天なんです。であともんじゃ焼きもありまして、もんじゃ焼きもねここのお店美味しくって、もう鉄板焼きの美味しいのは焼きそばとかもいっぱいあります。さあやってまいりました、ニラあさり天。これねこの容器結構こぼさずにかき混ぜるの結構難しいんですけど、コツはですね、これ関西人から一応言わせますと、下にですね生地が入ってますんで、より早くね下の生地を野菜とか上の具たちにまとわせるっていう、こうザクザクやってるとだんだん生地にこの野菜とかが絡んできますんで、このあさりとか具がですね生地をまとい出すとこぼれにくくなりますんで、下の方からねいち早く具に絡ましてほしいんですね。こぼしてるんですけどもね。お疲れ。すいません。はい。黒生の瓶を。友人のバターやってまいりました。バターはですね黒ビールを頼みましたね。いよいよ猫が僕の今口周りを舐めながら、マイクにすぎてマイクっていうことが出てこないしますね。決して私もこれねお好み焼きこの容器でお好み焼きの生地をこう練るのはあんまり得意ではありませんね。うまく混ぜれへん。あんまりうまくはないですけど、ちゃうかなと思うんだけど、お好み焼き屋のおばちゃんとかね綺麗にうまいことやるんですけどね。はい、まあ大体混ざりましたね。もうちょっと混ざったら焼きます。これだけですか？今のところ頼むのはこれだけ。はい、もうこの後はねあんまりもう編集せずにダラっともう映像を流しときますんで、ご飯食べながら見る方とかダラっと見てください。この後はお好み焼きを食べて、なんかちょっとカメラの話をしながら、食べて、でその後、イカ焼きそばを焼いて食べるという映像がダラっと続きますんで、物好きな方だけご覧ください。マジビールがうまい季節になった。これはうまい。これ何ですか？これねニラあさり天。ニラあさり天焼くところも大人ですね。ちょっと違うやつをちょっと今日は頼んでみようと思って。海鮮でもなくニラあさり。ここなんかいっぱいあるからさ、ちょっと頼んだことないのを頼んでみようと思って。いけるなこれは。いきますか？使います。持ちましょうか。よっ。あれ戻さないんですね。どっちもしようかな。そういうことね。戻すタイプ。戻そうか一回。戻すという発想なんや。はい。こっちが表っていうのがあるってこと。そうなんや。そうか。俺豚玉で下に肉引いてるとか以外、あんま気にしたことないですか？表も裏もあんま気にしてなかったわ。それが癖づいてるのかもしれないです。まあでもな、お前の方が大阪の人やからな。そうだもん、この焼きも変わらんでしょ、近所やねんから。
やっぱ大阪の人はあるんでしょ、そら。こんなもん俺が東京人やったら、返さへんのみたいな、めっちゃ言うんやろ。うまそう。レンズってね、見るときっていうのはね、F3 って暗いと思います？ 2.8。いや、でもまあ 2.8 が欲しいけど、でも別に昔のレンズとか全然普通に F4 とか平気でいっぱいあるから。暗くないですか？暗くない、暗いところで撮ろうと思ったら暗いよ。でも別に日中やったら全然別にいや、なんかレンズとしたら別にそんな。いや、そんなにね、よく見てる人じゃない、レンズのカメラマンとかは、このレンズめっちゃいいですよみたいな言うんですけど、よく見てるジェット大輔とか、西田さんとか、ケスケとかは、ちょっと暗いのがね、ちょっとあれなんですよねっていう、その辺のあたりは、人気このあたりは暗いって言うんですよ。いやだからもうなんか1台じゃないと、いや買って大丈夫かなってちょっと不安に。いや1なんか全然いらんよ。もう 2.8 あったら十分やし、別に4投資のレンズもいっぱいあるから。いや、それ5ってなったら暗いけど、4で十分やん。4で十分。十分。屋内でも。まあまあ、ISO 上げたら別にそんなに、このぐらいの屋内やったら、まあこのぐらいだとちょっと暗いかもしれんけど、暗いって言ったら暗いけど、それ1とかに比べたら、でも別に撮れるよ。いただきます。うまっ。だいぶ幅広がりました。結構もうなんかタムのは日本のメーカー。もっとボケ欲しいとかっていう人はだんだん単焦点が欲しくなるからどんどん買い出していいことになりますとかっていうテレビを使ってもう単焦点からスタートしてるから、果たしてこの標準ズームのやつがいるのだろうか。ボケ欲しかったらそれは単焦点からいったら物足りひん。それは単焦点の方がボケるから。しかもシグマの30ミリとかちゃんとボケるから、それから比べたらこれ買ったらあんまボケへんなってなるじゃん。それは寄れないはどこで何センチか思ったより35センチとかも、僕今使ってる普通のやつ35センチとかなんですよ。思ったより遠いんですよ、35センチって。遠い。35はあんま寄れへん。でもまあ俺飯食っとってる時に最短撮影距離はそこまで気にしてないかな。へでも標準ズームも安くて買いたいんだったら、あんまりシグマとタモのがいいと思う。
シグマのレッドは定価より高いのですよ、7万円超える。なんかほんま定価以上で買うのめっちゃ嫌なんですよ。いや、それは当たり前じゃないですか。いや、でもだからないんやから価値が上がって定価以上になってる場合は仕方ないよ。だからその定価でその出てくるの待ちです。だからさ、自分がすごいこれ欲しくてもう定価では売ってない、だったらもうそれが定価やんなのにその定価じゃないということだけにフォーカスして買わないっていう選択肢になるやつ。ちょっと待ってください。これはちょっとあれですよ。僕の方が圧倒的大多数。だってね、何本までいけます？ 2 万とかですよ。あれが打った時にヨドバシカメラで、5万6千円とか、定価6万6千円で5万6千円ぐらいで、量販店で売られますっていうのが7万7千円でもちょっと安いところで大体8万超え。多分俺がバターに対してそう思ってるのは、そこで定価より高いからこれは買いたくないって言ってんのに、よそでわけのわからんものを買ったりとか、だから価値基準がブレブレだから、いや定価より高いものは買いませんっていうちゃんと基準で全部判断してたら、まあそれは確かにもうこれ遠くでならかんけど、なんか単純になんか価値があるものやのに定価より高いっていうだけで買ってないみたいな、とにかく定価より高いのが嫌だってなってる感じがするからと思った。定価より高いってね、損した感がえぐくなる。だからそれやろ、だから損した感がえぐい子っていうことで他のことがもう見えへんくなってる感があんねん。だから俺はちょっとちゃうんじゃないかなと思って。すいません、このビールください。ちっちゃいビール、あとハイボールください。LS なんとかな。どんな塩コショウ？そうやな、塩コショウ。どういうことなんやろうと思って参加できるとか言って。これはなかなかいいビジネスやなと思うのね。なんかその人たちだけが取れるとかそんなんじゃなくて、その行動をそのルートで行くっていう道をちょっとなんかそういうカメラの談義したいな、交流したいなっていう、購買意欲の強い人たちだからさ。できないですよね。確かに。これもっと大きいよ。あ、そうか。コートのしょっぱい辛いし、ちょっとしょっぱい。まあまあまあ。連絡してよ。私も今それ言う。乱暴やったやつが物の扱い